慶応 SFC 卒の自称社長が斉藤兵庫県知事の広告会社として裏で選挙を先導した後、それを自らバンして台無しにしました。慶応 SFC は担当者に保証ですよね。参加国の芸能人すら愛する裏口の学部であり、知行力身につかないから金をするのが、最近はキラキラ系結構やべえっていうのが明確になってきたというか、割とそういう事例が増えてきたなと思うんですよね。僕、やる気のある無能は排除した方がいいっていうのをちょこちょこ言ったんですけど、やる気のある無能っていうと、イメージでいくと、男の子とかで頭が悪いけど行動力があるっていうタイプの人を思いがちだったと思うんですけど、本当に美人ではないキラキラ系って、自己承認欲求が強いので、自分が目立つというのを優先しちゃうんですよね。会社でどういうふうに利益を上げるべきかっていう、その組織の中の一員というよりも、自分がどれだけ目立ってキラキラしてるかというのを、その会社の中で会社を利用してやれるかどうかっていうふうに考えたりするんですよね。なので、詐欺で今めちゃめちゃ話題になっているメルカリとかでも、マーケッターの人が人生のゴールは世界平和ですとか言ってて、いやいや、お前の働いてる会社の詐欺をまず減らせよっていう。っていうのだったりとか、斉藤知事の SNS をやりましたっていうのを自分で載せちゃう、なんとか楓さんで、あの人がすげえなと思ってるのが、ツイッターの一番上の固定のツイートに斉藤さんとやりましたっていうのを未だに出しっぱなしなんですよ。今これだけ話題になっている状態で、織田楓さんね。織田さんのやっぱりツイート見に行く人多いじゃないですか。で、そこでそれを見て、ノートとかツイッターのフォロワーを増やすのがメリットがあるって思ってるんですよ。正しい。織田さんの人生にとっては、斉藤さんなんて所詮ステップでしかないから、ツイッターのフォロワーを増やす、インスタのフォロワーを増やす、ノートをフォローしている人を増やす。正しい。なので、自分が関わった人が幸せになるかどうかではなく、ステップとして自分の身になる価値が増える。自分の財産になるものは何か。それはノートを削除することでもなく、ツイッターをブロックすることでもなく、ずっとそのツイートをツイッターで載せ続け、フォロワーを増やすことなんですよ。今、渦中の人だから、何か言ったらそれを知りたいよねっていうので、やっぱりメディアとかいろんな人フォローしてフォロワー数増えてるんですよ。なので、それでフォロワー数増えるは、実際には財産になるんですよね。なので、確かにこの人の行動は個人としては正しいなってね。そういう意味でいくとね、やっぱりね、キラキラ系はね、自分が関わった人全体がどうなるかという、周囲がどうなるかというのはもう知ったことではないんですよ。自分が一番得をするのが正しいのは何かっていうんでいくと、合理的にはすごく正しいです。炎上商法はね、結果としてね、例えばヘズマリュウさんとかだと YouTube バンになったりとか、損をしちゃうんですよ。でも今回のやつって、斉藤さんが炎上してるだけで、違法行為はしていないんですよね。要は違法行為をしたのは、織田さんではなく、斉藤さんってことになるんですよ。PR 会社は手伝っただけで、変なお金の使い方とか、公職選挙法に触れて、斉藤知事が当選取り消しになるようなことをしたのは、違法行為した斉藤知事であって、織田さん自身は違法行為をしていない。だから、無罪であるっていうのがいけるんですよ。だからそういう意味でいくと、周りが炎上している斉藤さんがじゃあ公職選挙違反ですっていうので、これが5年間とか政治家になれませんとか、下手したらいろいろなトラブルが起きになりますってなったとしても、織田さんはデメリットなし。いや、仕事は来るんですよ。頼みたくない。そもそも別にじゃあ存在も知らなかったんだから、仕事頼む必要がない、頼みたくないと思う人が日本人の9999万人だと思うんですけど、でも有名な人だよね。フォロワーがいるよね。で、実際選挙であれをやったということは実力があるよねという人は声をかけるんですよ。勝てそうだよねっていう政治家は声かけないと思うんですけど、じゃあそんなに勝てないかもしれないけど、なんとか勝つ可能性が欲しいよね。お金はありますっていうのであれば、織田さんっていう人に依頼をしたら、ひょっとしたら勝てるかもしれないっていうふうに思う人もいるんですよ。なのでターゲットはそこなんですよ。悪名はね、無名に勝るっていうね。はい。100個も多分ね、織田さん全然声かけるんじゃないかなと思うんですけど。なのでね、結局、商売上手ではあるんですよ。選挙とかで1位とか2位で言ってる人は多分織田さん声かけないんですけど、3位、4位ぐらいでワンチャン勝てるかもしれないよねっていう人だったら、じゃあ織田さんに頼んで、ワンチャンなんとかしたいっていうのになるタイプなんですよね。
いや、キラキラ女子は計算してると思いますよ。計算してなかったら、ツイッターのトップの固定を削除するし、ノートも消すし、ツイッターも鍵アカウントにするべきなんですよ。計算してなくて、周りの人に、いやもうそれツイッターの固定外した方がいいですよとか、ツイッターの鍵アカにした方がいいですよとかって、絶対言われてるはずなんですよ。でもそれより計算して、いやこっちの方が得するっていうのを分かってやったってことなんじゃないかなと思うんですけど、はい。兵庫県の元県民局長のこういう PC が話題になりますが、すでに中身がされたことはないでしょうか。もう消されてる可能性あるんじゃないですか。保存しなければならないっていう仮処分とかもしないと思うので、なのでもし立花さんが裁判化したいんだったら、裁判上必要な証拠なので保管するようにという仮処分を取った方がいいんじゃないかなと思いますけどね。斉藤さんの選挙コンサルの件、コンサルがついて当選するかどうかなんて結局は政治家次第なんだと思います。そこを詰めるのは他陣営の違反も同様に処分をされてくださいって感じです。斉藤知事がチートして責任がどうかと公職選挙法違反、決まるか頑張りたいと思います。じゃあ僕の予想を言うと、斉藤さんは公職選挙法違反として当選が総務省によって否定されることはありません。結局、ある程度違法行為と見られそうなことは起こってはいるのですが、総務省の職員がこいつ知事じゃなくすという判断をするということをやった方がむしろやばいんですよ。そんなことやって社会が混乱した時に総務省ってそこまで権限あんのかっていう話になっちゃうんですよ。裁判になって判決が出て、じゃあそこで違法ですってなったら裁判所の判断に従いましょうであれば、まあまあそうだよねってなると思うんですけど、じゃあ今から公職選挙違反ですっていう斉藤知事が裁判やって3年ぐらいかかると思うんですよね。最高裁まで行くとしたら。でもそうすると、でも民意は受けてるよねってことになったりするので、統治行為論みたいなことになって、それやっぱ当選取り消しにして3年前から知事ありませんでしたってなると、じゃあ知事じゃない人が判断したものってどう扱えばいいのとかってややこしいことになっちゃうと思うんですよ。なので、裁判官ですら難しいものを総務省の職員が判断できるかっていうと、そんな責任取れないと思うんですよね。本当に賄賂でお金を渡してましたとか、刑事事件になりましたとかっていう圧倒的に分かりやすい事件であれば、それは連座制で当選取り消しはもうみんな納得できるんですよ。でも今回ってどこまでをお願いしたのか、どういう金額を何のために払ったのかというのがある程度裁量の問題が含まれちゃうんですよ。明確に違法な可能性がある。こういう風なことだったら違法だよね。でも、これがどうだったかというのを明言してないし、仮にそのキラキラ女子のやる気のある無能な人がこうでしたって言っても、いや、あの人が勘違いしてるだけなんですって斉藤さんが言って、実態はこうなんですって言った場合に、やる気のある無能女子の楓さんと斉藤さんの言ってることどっちが正しいのかってなると、それを総務省が決めることはできないんですよ。じゃあ、お互い言い分が違うんだったら裁判で判断してもらえますかってなって裁判所コースになると、斉藤知事の当選取り消しにはならないので、なんで基本的には何も起きない。ただみんなが騒いだっていうことになるんじゃないかなと思ってます。今回の選挙の結果、誤報を流したメディアで謝罪すると思いますか、それとも白木どうと思いますか。博多湾事件といい中酒の中になりますね。サンテレビかなんかが謝ったんですよね。キャスターの人たちが、兵庫県斉藤知事が、その亡くなった職員に対してのパワハラと職員が亡くなったことに関連があるかのように報道してしまったということに関しては、メディアとしての我々も誤りであったというのを認めなければいけませんみたいな話をしてたんですよね。地方局。そう。安住さんだっけ。なので、謝ってるところはあります。はい。なので、基本的には百条委員会で、パワハラありましたかっていうので、最初にありませんでしたって出た時点で、そもそも職員が亡くなるようなパワハラがあったから良くないよねっていうので、始まった百条委員会が、いやいや、なんだ職員亡くなったのパワハラ関係ないじゃんっていうのを百条委員会自ら証明をしたという時点で、その後に付箋が投げられたとか、なんか怒鳴られたとかっていう人が出てきて、いやいや、それ民間の会社でも普通にありますがなっていう話で。で、それは怒られたから嫌な気分になりました。それパワハラじゃないよねっていう話で。なので、本来職員が亡くなるぐらいひどいことをしたのではないかというところで、それが事実かのようにメディアが流したので、なので多くの人はそれが事実だと思い込んでしまったんですよ。2人も亡くなっている。パワハラをしているらしい。で、テレビが言っている。だからじゃあ不信任決議案を出そうっていうので、全員不信任になったんですよ。本来であれば多分百条委員会の結果を見てから不信任案を出すべきだったんですよね。
百条委員会やりましたって言ったら、亡くなった人とはパワハラとは関係ありませんでした。少なくともパワハラが関係しているという証拠は一切出てきませんでした。という時点で、じゃあ亡くなってるのとパワハラは関係ないんだよね。という冷静な判断ができるはずだったんですけど、百条委員会の最中に不信任案やっちゃえっていうことになったので、結果としてそうなってしまったっていう。なので、一応関西ローカルのサンテレビとかも謝ってたりするので、なので謝ってるメディアもあるけど、謝んないメディアもある。そういう感じじゃないかなと思いますから。今でも付箋を投げるというのは良くないとか、机を叩いて怒鳴ったんだとかっていうので、パワハラはあったんだとかって言うんですけど、いやいや、そんな話じゃないよ。付箋投げたとか、机を叩いたとかで、不信任案が出たって話じゃなくて、世間的には、二人も職員が自殺するようなパワハラの追い込みをしたから良くないという話になったので、それはなかったよねという話なんだから、百条委員会の中で人が死ぬようなパワハラはなかったという証明をしたという話なんですけどね。兵庫県知事選後、一部ワイドショーが SNS の偽情報や誤情報の拡散を防ぐのにネット規制しようと変更としましたができると思いますか？無理じゃない？だって無修正の動画すら規制できないのにどうやって規制するの？そもそも無修正の動画というのは刑法で犯罪行為として書かれてるんですよ。偏向報道とか表現の自由っていう発言に関してそれが違法かどうかっていう判断がすごく難しいのに、もうググればすぐ出てくるわけじゃないですか。もう明らかに違法だよねというものが規制できていないにもかかわらず、発言として合法か違法か難しいものの規制ができるわけないんですよ。それだったらとりあえず X ビデオとかまず規制してみてから言ってくれよって思うんですけどね。はい。斉藤知事の SNS を運営してたコンサル会社が選挙戦略をノートにアップしてやばい部分を削除した件について、モザイク越しにフェーズ、種まき、フェーズ2、育成フェーズ、3収穫ターゲット、アンチの人など書いてあり、最初の一人演説も戦略調査だなと、予託が拡散されて答えますよ。いや、僕見たんですけど、なんかすごく当たり前の普通のことしか書いてなくて、そんなもんでしょっていうふうに思ったので、特になんか驚きもなかったんですけど、これが逆になんか驚かれてるということの方に僕はびっくりしたんですけどね。いや、なんかプロモーションするんだったらこれぐらいやるよねっていう。で、他のところもやってるでしょっていうふうに僕は見てたので、なので、としか思わなかったんですけど、なんか世間的にはまだあれが騒ぎになるレベルなんだなというふうには思いました。はい。ネット規制の話で、ゆるきさんが無修正の規制ができないから SNS もできないと先ほど言われてましたが、兵庫県知事選挙で斉藤さんがあったので、政治家やマスコミが SNS 規制に本気を出して実現する気がします。いかがでしょうか？いいえ。X の場合、イーロン・マスクの協力の必要ですが、はい。基本的には X の場合は、アメリカの法律に従うというルールなんですよ。なので、ブラジルでもブラジルの法律に従わないで、結果としてなんかすげえ罰金払えみたいなことになって、じゃあブラジルの事業所が閉鎖するわみたいなことをイーロン・マスクが言ったっていうのがあるので、イーロン・マスクって言論の自由というのは結構大事に思ってる人なので、言論の自由に関わることで日本のローカルルールなんだから守れというふうに言ったとしても、多分普通に跳ねると思いますね。結局日本の人たちがいくらイーロン・マスクに圧力をかけようとしても、知ったこっちゃねえよっていうふうになるんじゃないかなと思いますけど。とはいえ、ユーザー数というか、ユーザーの利用時間でいくと日本が一番大きいので、なので日本にビビる可能性もあると思うんですけど、ただそこで X を規制をするというのをやることによって、トランプ大統領がそういうの良くないよねっていうので、むしろ日本政府に対してのマイナスになってしまって、言論の自由を制限しようとしてくる日本っていう風に世界から見られるっていうことになって、そうじゃないんだよってトランプ大統領に謝りに行って、その謝りに行ったついでに、じゃあアメリカにこういういい条件つけろやみたいなので、何かしらの税金が関税が安くなるとか、なんかこう買わされて帰る、アメリカの小麦を買って帰るみたいなこと言われて買わされるみたいなことになって、で結果としてアメリカに対して何かお金を払うことになって、トランプ大統領はアメリカ人のために小麦を売ってやったぜみたいなことをやって大喜びっていうので、結局日本は得しないっていうパターンなんじゃないかなというふうに思います。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。